はい、皆さんこんにちは、哲也です。本シリーズでは、世界中から日本に集まる優秀層の外国人留学生の友人に、日本留学の体験についてのインタビューをしていきます。インタビュー対象の友人の国籍は、合計で30以上に上ります。本日ご紹介するのは、マレーシア人のチアルイです。彼は、裏表のない非常に素直な性格を持つことが、話をしている時の雰囲気からも感じられます。しかし、その実は東京大学の修士課程と超難関の博士課程を修了した研究がとても大好きな一流の研究者です。それではインタビューをお楽しみください。日本の留学に関するいろいろなことについてちょっとね、教えてもらいたいと思っていて、日本にさ、来る前にチアルイって働いたことってある？エンジニアとして1年間くらい働いたことある。シンガポールで。シンガポールで、なるほど。シンガポール、NUS、シンガポール国立大学を卒業した後っていうことだよね。なるほど、なるほど。ちなみにシンガポールでやってた仕事っていうのは、給料とかも良かったりして、結構安定した仕事だった？働こうと思えば何年も働け、そんなでもなかった？いや、そうではなかった。そうなんだ。仕事は一応なんか適当に探した仕事。そうなんだ。なるほど。いろいろあの時奨学金とか探してたので、ちょうど仕事だから奨学金を探す。ということは海外に留学するまでの間、お金を稼ぐために仕事をしてたってことなんだね。なるほど、なるほど、なるほど。ちなみに何を学びたくて日本に来たんだっけ？最初は気象学、天気のこと、すごく興味があって。気象学？そう。自分は流体力学すごい好きで、シミュレーションとか。なるほど。そういう方向好き。シンガポールの大学の物理専攻はちょっと理論すぎで、力学とかばかり、そういうばかりで、気象とかこういう分野は全然ないよ。シンガポール大学で。なるほど。気象でナンバーワンはアメリカとかヨーロッパとか、もっと有名なところいっぱいあるけど、なんか遠すぎで、あそこ。なるほど、確かにね。そんなにちょっと行きたくない。有名は日本しかない。シンガポール大学日本語の授業もいくつ取ったので、日本以外の国に行くのはちょっとなんかもったいないな。確かにそれはよくわかるよ。なるほどね。あまり遠くに行きたくなかった。で、日本語を勉強していた。で、気象に関することも日本の大学で学べる。だから日本に来たっていうような感じか。そう。なるほどね。確かにね、ランキングだけだったら多分シンガポール大学で勉強してた方が将来役に立つかもしれないけど、でも自分の興味のあることが学べなかったっていうこともあったわけですね。で、それで東大でしょ？そう、やっぱり最初の目標はもう東大しかない。東大しかなかったの？そもそも気象が学べるところが。他いろいろもあるけど、でもまずは東京行きたい。大都市行きたい。なるほど、なるほど。あと日本来る前に、正直日本のイメージなかった。なんか真っ白。例えば、北海道どういう感じとか全然知らなかった。東北とか、九州とか街のイメージとか全然なかった。そうなんだ。東京しか知らなかった。ちなみに今さ、東京大学ではその気象何を勉強して？専攻は多分地球惑星科学。地球惑星科学の大気海洋みたいな感じで専門。海洋？大気と太陽一緒で。太陽ね。なるほど。じゃあやっぱり気象なんだよね。
気象、なるほどね。今、北極の気象を研究してる。北極そう北極の雲。ちなみに、日本の大学でさ、勉強していて、いいと感じるようなことって、ある？多分、一番印象に残るのは、日本の学生さんと先生、なんだ、みんな真面目。そうなんだ。一番、なんだ、感じること。感動かな、感動する。そうなんだ。なるほど、なるほど。インプレッシブってことだよね。そう、インプレッシブ。感心することだ。感心することだ。感心する。感心することだね。じゃあ大学自体に関しては特に何か特別にいいと感じるようなことっていうのはあんまりなかったかもしれないけど、でも、日本人の学生、日本人自体に対してなんていうのかね、その感心することがあるってことだね、いいことがあるってことだね。そう。真面目とか、優しいかな。どういう時にそういうのって感じるの？何か自分は問題あるとき、なんか、時に、周りの、同級生とか、友達が、必ず助けてくれる、そういう、なんか、なるほどね。ちなみに、逆になんか、日本人の人たちとのコミュニケーションで難しいと思うようなことってあった？何を言いたいのか分かりにくいなとかね、こうしなさいじゃなくてこうするといいかもしれないよみたいななんか表現をすることが結構あると思うんだよね。それ結構ある。自分が間違っている時に、直接なんか言ってくれない。よくある。ちょっと例えば自分の日本語が間違っている時に、全然なんか、言ってくれない。でもね、日本語はね、チアリーの日本語はコミュニケーション問題なく取れる日本語だから、そんな細かい文法の間違いとかみたいなのは多分指摘されないと思うよ、そこまで上手になってると。日本語の間違いぐらいだったら多分そんなに問題ないでしょう。研究をしている時とかに何か問題があるのに指摘してもらえなかったらちょっと困ったことになっちゃうだろうし、仕事の時とかさ。次の質問したかったことは、研究室で日本人の学生との交流があるかどうかを聞きたかったけど、たくさん日本人の学生と交流があったんだ、コミュニケーションたくさんしたってことだね、研究室でね。最初の1年、2年かな、外国人僕しかいなかった。正直、日本来る前に、2年ぐらい日本語を勉強したんだけど、喋るは結構下手くそ、なんかすごく下手。日本人が喋る日本語はスピードはかなり速かった。速いよね。全然聞き取れなかった、最初の半年間ぐらい。特に飲み会の時。僕1割、2割しか理解できなかった。そうか。今は飲み会でも大丈夫？今は大丈夫。7割かなくらい。それだけ分かれば十分だよ。多分ね、飲み会で誰かが話してることだって、日本人でもね、100% 分かんないよ。だって、変なこと言ってる人たくさんいるから。変なこと言ってる人たくさんいるから。でも、一番なんか、カルチャーショックというのは、多分普通の時に、研究室にいる時に、日本人同士で、そんなに自分のこと、自分の生活とか趣味とか、そんなに喋れないけど、でも飲み会だけは、なんか何でも喋る。ちょっとそれは最初はびっくりした。日本人がね、オープンになる数少ない機会だよね。チャンスだよね。それはちょっとなんかマレーシア人、シンガポール人と全然違う。ちなみにさ、大学院を卒業する前からもう仕事をしたいと思ってたの、日本で。そう。いや、最初はね、オリンピックを見たかった。
見るために、まあ、絶対東京で働きたい。なるほど。オリンピックまでは伸ばしたかったんだ、日本での滞在をね、最低でも。そう最低でも。そうなんだ。でも今少しずつなんか変わっている目的まあ今働いている環境、まあ今研究室は、自分の成長につながるファクターが研究できることはいっぱいあるので、まあ一言言うと仕事が楽しい、今の仕事。あ、本当に、それはすごくいいね。なるほど。それでまあ別にまあ今オリンピックとかなくてもまあ、東京で働いていきたい。それはでもいいね。仕事が楽しくて、しかも給料もらえるっていうのは、最高の生活だね。なるほどね。ちなみにちょっと日本で仕事をする前になんか不安とかってあった？日本で働く上で。でもあんまりないよね。あんまりなかった。あ、そうなの。ワーキングカルチャーとかでなんか不安とかなかった。あんまり考えなかった。あんまりもう慣れちゃった。多分僕は大学で雰囲気はもう学生の時はもう知っているので、ああ、なるほど、あまり変わってない。あんまり環境は変わってないから、そういう不安が全然ないよね。じゃあ学生の頃と今仕事やってる時の違いとかってそこまではない？そこまではないよ。まあもちろんちょっと外企業に就職する場合はまあ多分不安感じるけど、まあずっと大学にいるから。そうだ、その仕事の話はちょっとまたなんか別の機会にもうちょっと詳しく教えてもらいたいんだけれど、ちょっとね今日のその最後の質問として、日本に来てよかったと思うことをマレーシアとシンガポールとの比較で教えてもらいたいんだけれど、なんかある？多分一つ文化とか全然関係なくて、一つだけすごい日本が好きなところは、マレーシア、シンガポールよりね、まあ比較、冬、夏、春、季節ある。それはシンガポール、マレーシア、熱帯の国より、それは一番全然いい。自然は綺麗。旅行できる場所がなんかいっぱいあるなんかイメージがする。確かにね。あと、もう一ついいところは、なんだろう、忘れちゃった。いや、電車乗るときに、みんな、並ぶ。なんか並ぶ。でも、シンガポール、マレーシア、それは全然ない。やばい。そういうところはめっちゃ好き、日本は。なるほどね。罰則がなくてもちゃんとルールを守る。一番僕はちょっと感動感心する。例えば昔シンガポールで、図書館が本借りるみたいな。2週間期限過ぎで1日、1ドルとか2ドルとか罰金とかある。あるね。東大は全然ない。2週間遅れても全然ない。そうなんだよ。なんか優しいな、日本。そうね。忘れても特にね、罰金払わなくていいからね。そうだよね。そういうのはめっちゃ好き、日本。なるほどね。僕もシンガポール大学でね、留学してた時は、本返し忘れた時、罰金払ったよ。なんで僕結構罰金返せなかった子が多かったんだ。たくさん大学に稼がしてあげたんだ。結構多分あれね、いいプロフィットになると思うよ、あれね。なんかシンガポール、マレーシア罰金ないと、なんかみんな返さないでしょ。守らない。守らないよね。それは素晴らしいところ。すごいなと思うところですよ。あれ、ちなみにシンガポールって電車並ばないっけ？ MRT。
あそこ並ばない？もうまあちょっと今どうなる、今どうなるかちょっとわからないけど、昔は並ばなかったよ。あ、そっかそっか。多分だけどね、僕が留学したのは2017年だったけれど、シンガポールの人が MRT でちゃんと並ばないっていうのはあんまり感じたことなかったな。みんな多分並んでると思う。特にね、問題なかった。マレーシア並ばないよ。マレーシア並ばない。マレーシア並ばないね。しかもマレーシアの場合ね、電車からさ、人が出てくる前に、外にいる人が中に入ってくる電車の中に。そう。中の人さ、出られないんだよ。そう。あれ、シンガポールもうこんな感じだったんだけど、今変わった。僕は2017年にも2018年にも2019年にもシンガポール行ったけれど、特にね、そういうのは感じなかったよ。何の問題もなかった。だから多分ね、大丈夫なんだと思うけど。でもそんなラッシュアワーに行ったことはないから、MRT に乗ってなかったから、そういうのがなかっただけかもしれないけれど。そうだ、電車で思い出したんだけれど、日本の電車ってさ、携帯電話で、話をできないじゃない。それはもう最初びっくりした。日本来た時にびっくりした。それは、あれなんで電車携帯電話使えない？理由わからないでしょ？理由知ってる？今もわからない原因。なんでだろう？今でもわからない。あれね、多分ね、心臓のさ、病気を持ってる人たちが使うペースメーカーって知ってる？ペースメーカー。知ってる。なんか心臓になんか病気ある。そう。昔はね、ペースメーカーが携帯電話のモバイルフォンのさ、電波、シグナルで影響が出ちゃう、止まっちゃったりするのかな、わかんないけど、そういう可能性があるって言われてたことがあるんで。でも、最近のペースメーカーっていうのは、その携帯電話、モバイルフォンのシグナルぐらいでは、影響を受けないようなさ、スペシフィケーションが仕様になってるから、ペースメーカーをつけてる人のために携帯電話を使って話しちゃダメっていうことにはならないと思うけどね。じゃあ昔はペースメーカーに影響があるかもしれないから、そう。携帯電話を使用するのは禁止されている。っていうことだったと思うよ。確かね。なるほど。ちなみに純粋にね、日本の電車の中で携帯電話で話すことができないことに対してはどう思う？最初は友達とか連絡したいときに、電車降りてからかけるしかない。ちょっとなんか、不便、ちょっとな感じだけど、でも今になって電車はうるさいから、携帯電話使うときに必ず声なんか声が大きくなるね。大きくなるので、ちょっとうるさい。それはやっぱりそういうふうに感じるんだ。そういう感じ。最近そういう感じ。もう日本のいいところが。日本の電車の静かなね。電車乗ってる時も昔マレーシア、シンガポールがなんか、おばあさんとか電車がれてる若手にうるさいよね。うるさい。めっちゃうるさい。それはちょっと嫌。僕なんかね、一度シンガポールでさ、シンガポールでバスに乗ってた時、おばさんがさ、携帯電話で喧嘩してたよ。誰かと。僕がバスに乗ったタイミングからそのおばさんがね、僕より先に降りたんだけれど、バスを。そのおばさんが降りる時までずっと喧嘩してたよ。降りる時もね、ほら、カードでピッてタッチして出るじゃないですか。降りる時もさ、ピッてタッチする時もずっともう喧嘩しててさ、降りてもずっとこうやって携帯電話持って喧嘩してたよ。びっくりしたよ。ずっと怒ってるんだもん。電話持ちながら。誰と喧嘩してたのか知らないけどさ、あんなに喧嘩してたの多分旦那さんと喧嘩してたんじゃないの？ハンマンとかね。電車の中で、
携帯電話話すと、さっきもチアルが言ってたけど、声は大きくなるからね、うるさいよね、確かに。それはまあ、なんという、日本に来て最初、ちょっと変なルールかなと思う。不思議だよね、理由がわからない。理由はわからないから。でも、だんだん、まあ、さっきまで理由わからなかったけど、でも、そういううるさい人、なんか、なるべく減らしていく。それはね、でもあると思うよ。うるさい音をね、防ぐためっていうのはあると思う。日本人はうるさい音を嫌がるからね、みんな基本的には静かな人たちだから、静かな環境が好きななんていうかな、人たちだからね。いや今日はでも本当いろいろ話せて面白かった。